こんにちは、ゆかりです。今年の夏はこの7着をメインで過ごしています。昔は服が好きで夏服だけでもたくさん持っていました。でも少しずつクローゼットを見直していく中で自然と残った服、新しく迎えた服を合わせて今はこの形に落ち着いています。今日はそんな2026年夏のワードローブをご紹介します。まず一つ目はこちらの T シャツ。今年買い足したのがこのオーラリーの T シャツです。この夏の前半戦はこの T シャツを一番着ていました。実はここ数年で私は部屋着というものを持たなくなりました。昔は部屋着用の T シャツも分けていたんですが、それが少しずつ服が増える原因になっていたんです。今は外でも家でも自分が着たいと思える服を着るようにしています。そうなると T シャツ選びが意外と難しくて、1枚で外でも着られて家でもリラックスできるものを探して今年たどり着いたのがオーラリーでした。去年はユニクロの T シャツを着ていたのですが、着られることと着たいと思うことは少し違うなと感じていて、もう少し素材そのものを楽しめる服が今年は欲しいなと思い、原点に戻るような気持ちで選びました。素材の気持ちよさはもちろんなのですが、私にとって一番良かったのはシルエットでした。大きすぎず小さすぎず、本当にちょうどいい。1枚で着ても様になるので、気づけば迷った日はいつもこの T シャツを選んでいます。ただ本格的に暑くなってきたので、これからはこの後紹介するタンクトップや袖の短いトップスの出番が増えそうです。この T シャツ、来年も残しそう？いやー、これは来年も絶対着ますね。着ていて着心地もいいですし、気分も上がるので絶対着ますね。これほんと上半期買ってよかった服ナンバーワンかもしれないです。それぐらい着ております。やっぱりいいものはいいですね。本格的に暑くなってくると一番手が伸びるのがこのプリーツプリーズのタンクトップです。もう暑さが我慢できない日はとにかくこれ。シワになりにくく洗濯してもすぐ乾くので、夏は迷ったらこれを選んでいます。去年もたくさん着ているので少し毛玉ができています。冷房対策には上からカーディガンやストールを羽織ることが多いです。このタンクトップ、来年も残しそう？この服はやっぱり来年も着るかなとは思ってるんですけど、ただ最近年齢とともにタンクトップってどうなんだろうってちょっと思う時もあって、1枚でこう着るのがねっていうのも思ったりして、なのでもしこれよりいい服が見つかればちょっとクローゼットから入れ替える可能性はあるんですけど、今のところでもこれも来年も着るなと思ってる服ですね。いやー、もう毎日本当暑くなってきましたからね。お次もプリッツプリーズのトップス。少しデザインのあるこのトップスは今くらいの季節にちょうどいい1枚です。こちらもシワになりにくく洗濯してもすぐ乾くので、毎年夏の頼れる存在になっています。ただ本格的な真夏になると黒は少し暑く感じることもあります。このトップス、来年も残しそう？これはね、去年に引き続き今年もめちゃめちゃ着てるので残しそうだなと思う反面、ちょっとこう甘い印象がある。袖がちょっとパフ寄りなので甘い印象があって、そことのバランスが来年好みが変わってなければ残すかなっていう感じですね。なんかこう絶妙に最近ちょっと甘い服とかが苦手になりつつあるような気もしていて、その好みもね一周するかもしれないんですけどっていう感じなので、ただもう夏のこのプリッツプリーズの服は私にとってある意味
に道具にも近いような服でもあるので、完全にクローゼットからなくなるとかはなさそうだなって思ったりしております。お次は幼児山本の T シャツ。今年は少し変化球というかデザインのあるカットソーが欲しくなりました。アシンメトリーでありながらもエレガントな雰囲気もあって、形のバランスがとても気に入って白と黒両方購入しました。改めて私は布のドレープを楽しめる服が好きなんだなと感じた一枚です。洗濯をすると少しスチームアイロンで整えたくはなるので、少し手間はかかる一枚。でもそれも含めて好きな服なので不思議と面倒には感じません。これから本格的に暑くなるので、今年の夏の後半はかなり出番が増えそうです。この T シャツ来年も残しそう？この T シャツもきっと来年も着てると思いますね。なんかデザイン性があって、でもシンプルな感じの印象のあるトップスって意外とあるようでないんですよね。そう。この服は控えめな幼児って感じでとても気に入ってるので、きっと来年も着ていると思います。お次はプリーツプリーズのカーディガン。夏になると冷房対策としてカーディガンは欠かせません。でも本格的に暑くなってくると服に気を使う余裕もなくなってきて、気づけば何も考えずに手に取れるものばかり着ています。そんな時、毎年頼りになるのがこのカーディガンです。シワを気にしなくていい。洗濯してもすぐ乾く。小さく畳んでバッグに入れても気にならない。私にとっては考えなくていい服の代表のような存在です。あまりに使いやすいので色違いも欲しいなと思うこともあるぐらい。でもきっと私の性格だと結局黒ばかり着てしまうので、今年もこの1枚で過ごしています。このカーディガン来年も残しそう？これも多分残しますね。そう、きっと来年も着ると思います。結局クーラー対策で羽織とかカーディガン必須なのでね、あんまりこうやって着てることは少ないと思うんですけど、さっきみたいに羽織って着てることが多いと思うんですが、とはいえやっぱりこういうプリーツのデザインって、柄みたいなものなので、もっと無地のものが着たいなって思う日もあったりはするので、もしかしたらそれに合わせて何かしらが変わっていくっていうことはあるかもしれないんですけどね。でも意外と夏にぴったりの羽織が私手持ちであるようでないなって思ったりもしたので、これはきっと来年もスタメンだと思います。お次はこちらのワンピース。夏用のワンピースは1着だけ持っています。最近はロングスカートを履くことが増えたので、以前より出番は少なくなりました。それでも夏になると今日はワンピースを着ようかなと思う日がたまにあります。そんなたまにのために残している一着です。買うときは黒にするかブラウンにするか結構悩みました。実は黒い服ばかり着るようになる前はブラウンやベージュが大好きで、クローゼットにもたくさん並んでいました。今でも黒の次に好きな色はブラウンかもしれません。少し力が抜けたような雰囲気があって、バッグや小物でも気になる色です。そして選んだのがプリッツプリーズのワンピース。シワを気にしなくてよくて、洗濯も楽。デザインもとてもシンプルなので、流行を気にせず長く着られるところが気に入っています。このワンピース来年も残しそう？この服もよほど好みが変わらない限りは来年も着てると思いますね。こういうノースリーブの1枚のストンとしたワンピースを着ると夏が来たなっていう感じがするので、そういうのを味わう意味でも1枚はクローゼットに置いておきたいなって思うアイテムなんですよね。のできっと来年も着ているのではないかなと思い
います。最後はロングスカート。ここ数年、パンツよりもロングスカートを履くことが増えました。気づけば夏もほぼロングスカートで過ごしています。意外かもしれませんが、風が入ってくるので、ロング丈でも夏はパンツよりも涼しく感じるんです。だから自然とトップスもロングスカートに合わせやすいものばかり残るようになりました。今履いているこのスカートは自分で作ったものなのですが、実際にしばらく履いてみると、ここはもう少しこうしたいなと思うところも少しずつ見えてきたりしています。服って作ってきて終わりじゃないんですよね。実際に暮らしの中で着てみて、また少しアップデートしていく。そんなところもものづくりの面白さだなと感じています。このスカート、来年も残しそう？このロングスカート生活もう数年続けてるんですけど、自分の中ではかなり快適なので、よっぽど何かがない限り、もうこのロングスカートをベースにするっていうのは変わらないと思いますね。でもなんか毎日着てると、こここうしたいなとか、スカートのこここうしたいなとかは出てくるので、ちょっといよいよそろそろ新しいものを作ったりしたいんですけどね。最後に惜しくもスタメン入りしなかった服たちをちらっとご紹介。こちらのノースリーブのトップス、モードな雰囲気があって着るとすごく気分が上がる一枚です。でも真夏に外で着るとなると首元があるだけで思っている以上に暑くて、できるだけ涼しく着られる服ばかり選ぶようになってしまった最近は外で着る機会がほとんどなくなってしまって、その代わり家で着ることが増えた服でもあります。でも本当は外で着るために買った服なんですよね。そう考えると外で着なくなった服をこのまま残しておいていいんだろうかと考えることもあります。ただそれでも手放せないのはやっぱりこのモードな雰囲気が好きだから。今のところはもう少しクローゼットに残しておこうと思っています。お次はユニクロアニヤのコラボ T シャツ。こちらも惜しくもスタメン入りしなかった1枚です。去年は少しゆったりとした T シャツを着たい気分で購入しました。でも今年着てみると生地感が少し自分の好みと違うなと感じたり、目がワンポイントのデザインよりも何もないシンプルな T シャツの方が今の気分には合っているなと気づきました。着られないわけではないんです。ただ以前ほど手が伸びなくなってしまった一枚です。だから断捨離候補ではあるんですが、実はまだ残しています。その理由は T シャツの正解って本当にわからなくて、体に程よくフィットするきれいめなものを選ぶと暑いし、逆に少しゆったりとしたシルエットを選ぶと今度はカジュアルになりすぎたり部屋着っぽくなってしまったり、これは完全に私の好みの問題なのですが、今もまだ自分にとってちょうどいい一枚を探している途中です。だから T シャツは気づくと新しいものを探してしまいます。もしかすると今のクローゼットの中で一番気分の変化を受けやすいアイテムなのかもしれません。最後にもう一枚だけ。今年のスタメン入りはしなかったのですが、お気に入りなのがこのマメクロオーチのキャミソールです。繊細なレースやディティールが大好きな一枚。でも夏はどうしても一枚で過ごしたくなってしまうので、重ね着前提のこの服は今年あまり出番がありませんでした。最近は暑さで体調を崩さないことを優先して、ファッションよりも快適さを選ぶことが増えました。だからこそ少しずつ選ぶ服も変わってきたんだと思います。また重ね着を楽しめる季節になったらきっと手に取る一枚です。改めて振り返るとやっぱり今年も黒い服が多くなりました。でも素材や生地感はそれぞれ違うので、同じ黒でも一着ずつ表情が違います。昔からこういう少しモードな雰囲気の服が好きなんですよね。
そしてもう一つ感じたのは、服が好きだからこそたくさん持つよりも一着一着ちゃんと着られる量の方が今の私には合っているということでした。でも今のクローゼットは決して完成形ではありません。きっと来年になればまた少し変わっていると思います。でもその時々の暮らしに合わせて少しずつアップデートしていけたらいいなと思っています。服は好き、でも増やしたくない。そんな今の私の2026年夏のワードローブでした。